23歳のアルゼンチン人が F1 マイアミ GP で8番グリッドを獲得したのだ。チームのボスが思わず笑いながら言ったのだ。マイレース前にアルゼンチンへ帰れと。8番グリッドって相当すごくないですか？しかもチームボスが帰国を進めるってどういう意味なんですか？ブランコ・コラピントという名前、日本ではまだ知らない人も多いのだ。でもこの動画を見終わる頃にはなぜ F1 界隈がこの23歳に熱狂しているか、そして日本の F1 ファンの財布にも影響が出始めている理由も全部わかるのだ。まずコラピントが何者かを抑えるのだ。アルゼンチン出身、23歳、2024年にウィリアムズで突然 F1 デビューして話題になったのだが、シーズン終盤の9レースで2回入賞という驚異的な成績を残したのだ。そして2025年オフシーズン、アルパインチームが彼を抜擢したのだ。9レースで2回入賞って、それって普通に速いってことですよね。でも途中でチームが変わったんですか？ F1 のシート争いはサッカーの移籍市場みたいなもので、毎シーズン終盤に大きく動くのだ。ウィリアムズはカルロス・サインツを獲得するためコラピントを手放さざるを得なかった。それをアルパインが素早く拾い上げたのだ。競合他チームも興味を示していたのに、アルパインが動作した速度は異常に速かったのだ。サッカーと同じ構造なんですね。でも私が気になったのは、アルパインって確かフランスのルノー系チームですよね。フランスチームがアルゼンチン人を選ぶ理由って何なんですか？鋭い疑問なのだ。アルパインはここ数年成績低迷で苦しんでいたのだ。2024年のコンストラクターズランキングで6位、中堅どころのポジションが続いて、スポンサーも集まりにくい状況だったのだ。そこに突然南米でスター扱いされている若手が来ればマーケティング価値が爆上がりするのだ。つまりコラピントは速さ足す集客力のセット売りってことですか？スポーツビジネスとして見ると確かに納得感があります。そしてマイアミ GP の話に入るのだ。ナシオン氏によると、マイアミのサーキットには気温32度、路面温度50度という過酷な条件だったのだ。それでもグランドスタンドはアルゼンチン国旗で埋まっていたのだ。フェラーリのイタリア国旗よりもアルビセレステ、青白の縦縞の方が多かったという証言まであるのだ。フェラーリより多いってちょっとすごくないですか？フェラーリって世界中にファンがいますよね。それより多いって、アルゼンチン人のマイアミ在住者がそんなに多いってことですか？マイアミのヒスパニック系住民は多いのだが、それだけではないのだ。ブランコ・コラピントは SNS フォロワーが1000万人超のインフルエンサー級の存在になっていたのだ。アルゼンチン国内の経済危機が続く中で、世界舞台で活躍する若者として国民的英雄扱いされているのだ。メッシの次の世代のヒーローとも言われているのだ。そして予選スプリントで8番グリッド獲得。これがコラピントの自己ベストなのだ。2024年アゼルバイジャン GP で9番手が最高記録だったのが、1年足らずで8番手まで上がったのだ。コンマ数秒を削り出す世界での1グリッド改善は、素人が思うよりはるかに難しい達成なのだ。コンマ数秒の世界で1グリッド改善って、具体的にどのくらいの差なんですか？感覚的に分かりにくくて。F1 の予選トップ10は、1位から10位までの差がだいたい 0.3、0.5 秒程度なのだ。全体でたった 0.5 秒に20台が詰まっている世界なのだ。人間が瞬きする 0.3 秒の間に複数台が順番を入れ替えているのだ。そこで1グリッド前に出るというのは、実はものすごい技術的進歩なのだ。0.5 秒に20台が詰まってるって、それを聞いたらコンマ1秒改善がどれだけ大変か、ようやくわかりました。コラピントが自己ベストを出せた理由は何なんですか？ここが面白いのだ。コラピントは GP 直前にアルゼンチンへ一時帰国したのだ。それが判明した時、アルパインのボス、フラビオ・ブリアトーレが笑いながら言ったのだ。マイレース前にアルゼンチンへ帰るべきだ、と。単なる冗談に見えるが、実は深い意味があるのだ。精神的なリフレッシュと家族、ファンからのエネルギー補充が、パフォーマンス向上につながった可能性があるのだ。ちょっと待ってください。私が逆の見方をしたいんですが、アルゼンチンへの一時帰国って、移動だけで相当疲れませんか？それで、パフォーマンス向上って言えるんですか？むしろレース直前の移動でコンディションが崩れるリスクの方が大きくないですか？それは正当な疑問なのだ。スポーツ心理学の研究では、ホームベースへの一時帰還が不安軽減とモチベーション向上に働くという証拠がいくつかあるのだ。疲労よりも精神的安定の恩恵が上回るケースがあるのだ。ただ、ブリアトーレ自身も冗談だと明言しているので、科学的根拠というより結果的に良かったという観察なのだ。ここから日本人の話をするのだ。
コラピントが F1 の上位グリッドを走るようになることで、日本の F1 ファンにも影響が出始めているのだ。具体的に言うと、F1 観戦の費用が変わってきているのだ。日本 GP の観戦チケットはパッケージで1人当たり20、30万円前後になってきていたのだが、円安が続く中でさらに値上がり傾向なのだ。20、30万円って私の月給に近い金額ですよ。それが F1 観戦チケット1枚ということですか？それって円安とどう関係しているんですか？ F1 チームの多くは欧州ベースで、スポンサー収入もドル、ユーロ建てなのだ。円安が続くと日本向けのイベントコストがそのまま円換算で膨らむのだ。2022年に1ドル115円台だったのが、今は150円前後で推移している。パッケージツアーで換算すると、同じ席に座るのに2022年比で約 30% 割高になっている計算なのだ。つまり観戦コストが実質3割増えているのだ。さらにもう一つ、コラピントの活躍と日本の関係を掘り下げるのだ。F1 はグローバルなスポーツだが、今も日本人ドライバーがいないのだ。角田博敦という選手が RB チームで走っているが、上位チームへの昇格はまだ叶っていない。その状況でコラピントのような若手が突如8番グリッドを獲得するのを見て、日本のモータースポーツ界はなぜ日本人は上がれないのかという問いを突きつけられているのだ。確かに角田選手は何年も RB にいますよね。でもコラピントってアルパインという中堅チームで8番手ですよね。角田選手も似たようなポジションにいるはずで、それって単純に比較できるんですか？その通りで単純比較はできないのだ。ただ、構造的な問題がある。F1 へのルートはジュニアシリーズから始まるのだが、欧州での育成コストが年間2億、5億円かかるのだ。日本のドライバーは日本国内のシリーズで強くなっても、欧州の F2、F3 で戦うための資金調達でつまずくケースが多いのだ。コラピントはアルゼンチンの公営企業と個人スポンサーが欧州進出を支援したのだ。最初の話に戻るのだ。マイレース前にアルゼンチンへ帰れというボスの冗談は単なるユーモアではなかったのだ。コラピントが8番グリッドを取れたのはアルゼンチンという背景、スポンサー、ファン、家族、精神的な貴族感、全部が組み合わさったからだと僕は見ているのだ。彼の速さの裏には国一丸となったサポート構造があるのだ。正直に言うのだ。コラピントの話を調べながら、僕は F1 への日本の関わり方を考えさせられたのだ。日本の F1 ファンは世界有数の熱狂度を持っているのに、日本人ドライバーを上位チームで走らせるエコシステムが整っていない。観戦コストは円安で3割増し、育成コストは年間数億円。この構造を変えないと、コラピントのような突然変異的な活躍を日本から生み出すのは難しいのだと思うのだ。コラピントの快進撃を、すごい、で終わらせるんじゃなくて、日本の育成環境と比較して考えるっていう見方は確かに大事ですよね。私は、日本企業がスポンサーとして欧州ジュニアシリーズに投資する仕組みを作るべき、って個人的には思います。コメントで皆さんの意見も聞いてみたいです。今日覚えてほしい数字は3つ。8番グリッド、コラピントの自己ベスト、0.3、0.5秒、20台が詰まるさ、そして 30%、円安による日本人の F1 観戦コスト増なのだ。日本は F1 に熱狂する一方で、その熱を育成システムに変換できていない。この矛盾、あなたはどう思うのだ？コメントで、育成に必要なのはお金か仕組みか、だけでいいから教えてほしいのだ。明日は中東停戦交渉の続報と、その原油価格への影響を扱うのだ。チャンネル登録と高評価で待っててほしいのだ。また明日、なのだ。